初に This is 𝓬𝐵アイドルバージョン 2.0 in 有明アリーナの感想と、後半には初のファミリークラブに当選して入館したお話もしていますので、ぜひラジオ感覚で聞いていただけると嬉しいです。まずライブはオーラスに参戦させていただきました。伝えたいことがたくさんあるのですが、演出や衣装がとても綺麗で、特にケントが NYC ボーイズの頃に着ていた黄色の衣装をジュニアが身にまとっていて、懐かしい気持ちにもなり嬉しかったです。そしてまさかの𝓬☆も登場して、とにかく𝓬☆といる時のケントはめちゃめちゃよく笑って幸せそうで、見ている私も幸せな気持ちになりました。ずっと𝓬のモノマネでお話ししていて、後半𝓬が喋っているのかケントが喋っているのかわからなくなって面白かったです。 VCR ではおとぎ話のような物語でユニティをイラストで再現してくれていたのですが、これがユニティって一瞬戸惑ったくらい奇妙な生き物たちがたくさんいて面白かったです。隣の方も私たち普段こんな風に見えてるのって言ってて、めちゃめちゃ笑いました。MC では好きなアニメのお話になって、ケントがチェンソーマンって言ってて、私も好きなのでテンション上がって叫んでしまいました。後にケントのラジオの 𝑁でお正月の三が日に総集編を見てレゼ編を見に行ったとのことで、推しが推しのお話をしてて歓喜でした。ぜひケントにはアキとレゼ両方の一人2役を演じてほしいです。去年のホールツアーでミッションを聞いた時に有明アリーナでも聞きたいなと思っていたので、聞けたのも嬉しかったですし、ジュニアも交えた一斉の T シャツ破りは迫力がすごかったです。言葉で表現しにくいのですが、ミッションの後半重低音の中で踊りまくる場面がかっこよすぎて、 DVD の発売が決まったら何度もそこをリピートできるのを楽しみにしています。とにかくアイドルに対しての理念を改めて考えさせられるきっかけにもなったキラッキラなライブ構成で最高でした。次はホールツアーを楽しみにしています。次に初のファミリークラブに当選して入館してきたお話です。警備員の方が2人いて、階段を降りて地下から入場するといった形でした。最初に当選メールを見せて、運転免許証やマイナンバーなどの顔写真とファンクラブ会員カードを提示します。忘れると入館することができないので、行かれる際はお気をつけください。最初に目に入ったのは、今動画にも流れている推しにお手紙を渡せるファンレターボックスがあって、こちらは実際に用意したお手紙をポストに入れると推しに届くということで、私は先ほどのライブに行ってきた際に感想も交えたお手紙を書いて、早速次の日に入れました。こちらのポストは撮影も SNS 投稿も OK ということで、ただその次に入れるお部屋の空間は一部撮影は OK で SNS 投稿は禁止ということだったので、載せることはできないのですが、皆さんに見ていただきたいくらい様々なアーティストさんのサインがあったり、衣装などの展示があったり、スタートアーティストさんたちが好きな方にとってはたまらなく幸せな空間でした。私が特に嬉しかったのは、大きな画面があってそこでしか見られない映像が流れるのですが、たまたま入った瞬間、最初にケントがお話をしていて、それを見られたのがタイミング良すぎて嬉しかったです。ファンミーティング内で使用していた小物などを生で近くで見られたのが嬉しくて鳥肌でした。皆さんもぜひ行ってみてください。今月からホールツアーを控えていたり、ホワイトデーには今動画にも載せたのですが、もう何度も希望して待望していた念願のケントプロデュースの香水が発売されるということで、どんな香りかとてもワクワクしていて、これからもユニティの皆さんと楽しく推し活ができればなと思っています。一緒にドームの夢を叶えたいです。いや、叶えましょう。アイドリストのアルバム開封動画もまたアップしますので、そちらもぜひ見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございます。